はいどうも、キキキリンでございます。今日のテーマは人間関係は一切成り行きで良いのか。それね、結論から言いますとね、良いに決まってるじゃないの、でもあんた次第よという身も蓋もない話になります。覚悟はよろしいですか。まずね、最近よく聞くんですよ。職場の上司が合わない、親戚付き合いがしんどい、学生時代の友達グループから抜けたいだのなんだので、どうやって人間関係をうまくコントロールしたらいいですかねえ、そんなに人間うまく転がしたいですか。人間関係ってそもそもコントロールするものじゃないの。火みたいなものでね、あったかいなと思って手をかざすくらいならいいんだけど、もっと明るく、もっとあったかく、寒くなったらすぐついててねって全部注文つけるからやけどするのよ。そこで若い方が言うんです。もう疲れました、自然体でいられる関係だけ残してあとは成り行きでいいですって。これはね、とてもまともな感覚だと思います。私なんか昔からそうでしたから、仕事の現場でもこの人とは合わないなと思ったら、心の中で静かに引き算していくだけ。相手を変えようなんて壮大な無駄ですから。でね、成り行きでいいと口で言うのは簡単なの。でも実践しようとするとここがみんな下手。成り行きっていうのはただ流されることじゃないんですよ。自分の芯がないと成り行きも起きようがない。水たまりに浮かんでる落ち葉みたいになっちゃうんだ。どこに流されてるかもわからないのに、これがご縁ですとか言い出すからおかしな宗教みたいになるの。私が思う一切成り行きっていうのはね、自分がどう生きてるかをちゃんと決めた上で、それでも他人の心までは握りつぶさないという態度なんだよ。まずね、人間関係の悩みの半分は他人との比較です。あの人の方が好かれてる、自分だけ誘われない、この程度の付き合いじゃ薄いんじゃないか、そんなものね、全部いりません。私なんてね、昔から言ってました。仕事をするために人間をやってるわけじゃないって。人間関係も同じですよ。友達を増やすために人間やってるわけじゃないの。自分がどう生きるか、その舞台装置としてご縁のある人がちょこちょこ出てきてくださるだけ。主役はいつだって自分なんです。なのにエキストラの顔色を見て台本を書き直してるから話がおかしくなる。そういう人は大体嫌われたくないが口癖です。嫌われるのはね、そんなに特別なことじゃありません。ほとんどの人は大体誰かに少しずつ嫌われてますから、あなただけの特権じゃないのよ。むしろ誰にも嫌われてませんという人がいたらちょっと怖いわね。自分を出せてない証拠か、ものすごく器用に仮面かぶってるのか、どっちにしても長くは持ちません。一切成り行きで生きるっていうのは、嫌われてもまあいいかと半歩引いてみられることでもあるんです。もちろんわざと意地悪する必要はないですよ。自分なりに礼儀は尽くす。でもその上で合わなければ、この人とはここまでのご縁だったのねで終わり。人生ってそうやって枝分かれしていくものですから。ここでね、多くの人がつまずくポイントが3つあります。1つ目、期待しすぎ。2つ目、自分の価値観が曖昧。3つ目、対等を怖がる。まず期待ね。仲良くしてるんだから分かってくれるはず。家族なんだから支えてくれるはず。はずって、そんな約束いつしましたか。自分の頭の中の契約書を勝手に相手に押し付けてるだけなのよ。私はね、人間関係の9割は期待が入れだと思ってるんです。だから最初から期待しすぎない。するとたまにちゃんと帰ってきた時に、ありがたいわねと思える。これが精神衛生上一番得なんです。次に、自分の価値観が曖昧な人。これはね、何を大事にしたいのかを自分で言えない人です。優しくされたい、認められたいまでは言えるけど、じゃああなたは何を差し出すのと聞くと黙っちゃう。取引の場に財布持たずに来てるみたいなものよ。成り行きに任せますという前に、私はこういう生き方を大事にしたい、こういう人とは距離を取りたいという自分なりの線引きはちゃんと決めておいた方がいい。そうしないと成り行きじゃなくて単なる放置になります。最後に、対等を怖がる問題。これはね、自分だけ我慢していれば関係が壊れないと信じている人に多い。壊れてもいいんです。関係なんて縁があればまた別の形でつながり直しますから。私ね、夫との関係だって世間から見たらだいぶ亀変わりでしたけど、あれも成り行きです。無理にこうあるべき夫婦像に合わせなかっただけ。相手を縛らない代わりに自分も縛られない。好き勝手やって、でも不思議と家族という形は残っていた。成り行きってね、そういうものなんですよ。こうでなければを手放した後に自然と残ったもの、それが本当のご縁なんです。
職場の人間関係で悩んでいる方も多いでしょう。同僚がどうしても合わない、上司の言い方がきつい、これをすべて成り行きだからと放り出したら、それはただの無責任な人です。仕事っていうのは共同作業ですから、最低限の役割を果たさないと。でもね、仲良くしなきゃ、分かり合わなきゃとは別問題です。私なんか撮影現場でこの人とは一生分かり合えないなと思う人何人もいましたよ。でもそれでいいんです。その場その場の仕事をきちっとやって、プライベートまで踏み込まなければ済む話。無理に好きになろうとするから心が擦り切れる。仕事の相棒としての縁と魂の友人としての縁はちゃんと分けて考えた方がいい。全部を一人に背負いわせればそれは重いです。親戚付き合いなんかもそうね。血がつながってるから分かり合えるはずなんて期待するから、お盆と正月が地獄になるなんてね、たまたま同じ戸籍に入ったぐらいの意味しかないこともあるんですよ。もちろん助け合える家族もあります。でもそれは努力して家族になった結果であって、血縁だから自動的に仲良しなんて、そんな都合のいい話ありません。縁っていうのはね、この人とはここまで、この距離感なら平気と自分で決めて、それでも自然と残ってくるものなんです。だから成り行きでいいというのは、距離感を調整する勇気を持ちなさいということでもあります。全部0か100で考えないの。完全に切るかがっつり仲良くするか、その2択しか持ってない人が多すぎる。もっとね、挨拶だけ、年に1回だけ、一緒に仕事はするけど飲みには行かないとか、マノグラデーションを自分で作ったらいいのよ。でもそんなことしたら冷たい人だと思われませんかとまた心配する。他人があなたをどう思うかはその人の勝手です。そこまで面倒見きれません。私なんて生前いろいろ言われましたよ。変わってる怖そう、何を考えてるかわからない、全部当たってますから反論のしようもない。でもそれでよかったの。だって私は自分がどう生きてるかが一番の関心事でしたから。人間関係ってね、おごらず他人と比べず面白がって平気に生きるためのスパイスみたいなものなんです。主食じゃない。主食を人間関係にしちゃうと、相手の一挙手一投足で毎日胃がキリキリすることになります。そんな食生活、身体に悪いわよ。自分という主食がちゃんとあって、その上にたまたま乗っかるおかずとして、今日はこの人とご縁があったのねくらいで付き合う。そしたらね、嫌なやり取りも人生の珍味くらいにはなります。まずいけど話のネタにはなるなくらいの。で、人そのものにはすごく興味があるのよ。だから相手の裏側もつい見てしまう。でもそれと執着するは別なんです。相手の裏側を見て、ああこの人こういう寂しさ抱えてるのねと分かっても、それを自分が何とかしてあげようとまでは思わない。だってその人の人生の責任までは持てませんから。できるのはこの人の事情もあるんだなと心の中で一歩引いて眺めるぐらい。それだけで人間関係の重さは半分になりますよ。成り行きというと何も考えずに生きているように聞こえるかもしれませんけど、実は逆でね、ちゃんと考えた上で、考えても仕方がないところには手を出さないっていう決断なんです。天気と同じですよ。明日雨が降るかどうかは自分で決められない。でも傘を持っていくか、濡れてもいい服で行くかは自分で決められる。人間関係も同じ。あの人が自分を好きになるかどうかは決められない。でも自分がどう振る舞うか、どこまで一緒にいるかは決められる。そこだけ責任を持って、あとは天気と同じ成り行きに任せればいいんです。最後にこれだけを言っておきます。一切成り行きで生きるには、一人でも平気で生きていけるくらいの覚悟が必要です。実際に一人きりになる必要はないの。でも最悪誰もいなくてもまあなんとかなるわねと思えている人だけが他人にしがみつかずに済む。すると不思議なことに、そういう人の周りに自然と人が集まるんです。だってベタベタしてこない人って居心地いいでしょ。というわけで、人間関係は一切成り行きで良いのか。私は自分の生き方さえちゃんと持っているなら成り行きで十分と申し上げます。無理に増やさなくていい、無理につなぎ止めなくていい、無理に分かり合わなくていい。流れに任せた後に、それでも残った人たちがあなたのご縁です。そこでやっと人間関係は少しだけ面白くなります。肩の力を抜いて自分との調和だけは大事にして、あとは成り行きまあなんとかなるわよ、大体のことは。